皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は小塩です。だからちょっとあんまり期待できない。昼の漁の人もね、ちょっともうなんもおらんかったなーって言いながら帰ってきてました。昼の漁はね、そのチルンを狙って漁する人はいませんけど、みんなこっち行ってますが、今年はなんとこっちがですね、10月、今日が本当に9月の末日ですけど、この9月の末まで、今日おらんかったらしいですけど、なんと9月末までいるというね。通常はね、もう遅くても9月の上旬には終わるんですよね。早い年だと8月盆明けたらもう終わりですね、こっちは。こっちに関しては今年は本当に多かったと思います。昼の人が今日は本当なんもおらんかった言いながら帰ってきたぐらいなんで、夜もあんまり期待できないと思いますけど、できるだけ頑張って楽しんで、今日も沖行ってみたいと思います。では行ってきます。6時がこんな感じになってきました。もう魚場へ着いた時には暗いでしょうね。魚場へ着きました。もう日暮れ前です。直したばっかりなのに電気がつかないですね。ちょっと今日は画像が暗いかもしれません。でもそこそこチヌがおるな。そして今日は秋になって初めて寒い。今シーズン初めて今日寒いと感じてますね。もしかしてまだ使えるか。悪くないですね。黒エビがすごいんで、チヌもそこそこやし。もっと全然ダメかと思いましたけど、今日は黒エビがグッドでした。今日もなかなか吹いてますね。やっぱ秋になったらどうしても陸風がね吹くんで、毎晩吹きますね。よいしょ、電気直しときました。いやー、シャリすと思ったらやっぱりシャリっすね。ちょっと思ったんですよね、途中。これは入らんな。いやでもまあまあ入ってるな。黒エビが。でもやっぱ入らんわな。ちょっとやらかしちゃった感がある網でしたね。いやもう途中分かったんですけどね、作ったなと思って。電気直してたんで上げることもできる。お、拾える。需要があるでしょう。で黒エビが結構いますね。今日は黒エビメインになるんかな。でも1番目よりはやっぱり少ないですね。黒エビも成長早いですね。今日は黒エビの日ですね。どうやら今日ピークじゃないですかね、黒エビ。このペースだと2棚いけそうですけど。よいしょ。黒エビほんとすごいですね、今日。ついこの間までこんなんだったんですけどね。今はもうこんなん。いや、黒エビがすごい。お、15、これは15あります。こんないたのが今年初めて。これも15ある。拾える。しかもヤワラじゃない。続々と拾えるカニができてきましたね。今とっても貴重なハモが。しかしこれはもう諦め、お逃げ。こっちの網がめちゃくちゃ良かったですね。今カニも拾えそうなのが2つぐらい見えてますけど、これギリギリあるでしょ。これメスがね意外にあったりするんですよね。15
おお、15.2。あ、トゲが折れてる。それでも折れてても折れてるとこから測って15。折れてなかったら 15.34 ぐらいありますね。結局クライムも結構いてくれました。車もおったし、メス通してね、味違うんですよ。まあ、身の味も違うんですけど、実は一番違うのは味噌ですね。メスが苦くてオスが甘いです。なのでオスの方が人気ですけど、自分は苦い味噌のメスが好きです。わっ、おお、15おるおる。これもやわらですね。こんな大きいのはだいたいやわらなんですよね。うわ、素晴らしい。おお、小塩なんでチヌ少ないですけど、カニがカバーしてくれそうですね。うわー、これはちょっと柔らか。ダメだな。もうちょっとでもまあ硬いですけどね。でもまあちょっとでもダメだったらもうダメいうことで。あー、これもダメだな。意外にやっぱりやわらが多い。2つ。しょっちゅうやるかな。お、ただ拾えるカニがおったんですよ。片方がすごかっただけに残念ですが。もめちゃくちゃ大きくなりまして、魚場によるんですよね。柔らかいとこだとすぐ大きくなるんですけど、砂地だとね、もうずっとちっちゃいまま、ラストまで3月末までもうちっちゃいままの魚場もあります。本当にすごいピークでしょうね。これ、お、これは拾えるでしょう。ないかな。じゃあなさそうか。でもこっちはある、絶対。これは逆っとったな。お、これも拾える。カニが、あ、これは普通に親っすね。去年の遅れ子。完全にもう上から見ただけでもう触る必要ないぐらい完璧です。動画の進行までちょっとチヌが多そうなとこ行ってみましょうかね。
大きさも様々なんで、カニの順番に大きくなってくれるとね、だいたい秋に湧いたやつをね2年がかりで取るんですよね。ちっちゃいのこれなんかも春用ですね。さらにちっちゃいやつ、これなんかはもう春どころか来年用です。第1弾が出てきて第2弾が出てきて、今もう第3弾が出てきてるんですけど、これぐらい順を追って出てきてくれると、あとは残るかどうかだけですね。カニがどれぐらい残るか。今日は小車庫ですけど、車庫も見えていますね、夜なのに。ナイスコース。ここでもこのエビが今日は多いんだ。やわらうまそうですね。トマトやわら食べます。エビ多い。本当に今日はエビ多い。なんとイイダコも多いですね今日。おお、イカめっちゃいいおかずじゃないですか。うまいもにもおかずに取ろうかな。あ、これは完全にいつもですね、毎日1匹ずつぐらいいるんですよね。必ずおかずに取ってますね。うまいっすよね、ハリイカ。本当に青りよりはもう好きですね。おお、親ガニ。これがちょっと時期的に怪しい時期なんで。おお、誰かがチェックしてやわらだったんですね。ペコっていって硬いっす。ナイス。この2番で一気にチヌはかどりました。まあでもしばらくここにいたいと思います。今日は小潮なんでですね、今満潮2時間前ですけど、この網が潮返しです。サイズは十分ですがちょっと拾えない。ようこういうとこに入ってますよね。しかもでっかっ。この一番は今日一エビが多かったと思います。4番ぐらいやった時にちょっと気づいてはいるんですけど、これは黒エビはあれですね、ここ1週間雨がめちゃくちゃ降ってるんですよね。川から水がこう大量に出てきてるんですけど、川に残ってたやつが全部こう真水に押されて出てきたようですね。間違いなく今日黒エビのピークだと思います。いや、これでラストにしたいと思います。今日は1日エビでした。チヌは小潮なんでさすがに100キロぐらいしか取れてませんけど、他のもんがねなんやかんやおったんで黒エビが多かったんで良かったと思います。ではこれでラストにしたいと思います。おお、大負け。どう見ても上から見てやわらではないですね。ほんとそろそろ入ってもいいですけど、さすがに端には入ってないでしょうね。素晴らしい。おお、こっち大負け。これまたラストめちゃくちゃ良かったです。
帰りたいと思います。これとこの辺か、これがナイスでした。お疲れ様でした。帰ります。ハモ多め、300センチ超えの小塩なんで、はい、チヌもまあまあ折ってくれて100キロ以上おると思います。やりました。最近雨多いが、川から押されたんじゃと思うんじゃけど、エビ、黒エビが出てきます。突然、多分ピークですな。川から押されて出てきたと思うんだけど、まあ車エビが減ったんで、もう車エビも一緒に入れてますけど、なんとこちらにもう一個2棚で、なんと、クーラーの中にも1棚おるんで3棚。おりましたね、エビ。エビのおかげで今日はイイダコも拾えるようになります。それとなんと、石金も入っとるけどシャーシャーが拾えるようになりました。あとやわらになって潜っとったら、親のカニも出てきて、小塩の割にわりかしよくてびっくり。よかったです。よかったです。せっかく黒エビがおったんで、黒エビと車エビで何かよろしくお願いします。了解です。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。先日道の駅奥大山へツーリングへ行きまして、無事岡山県の道の駅を全制覇することができたんですが、その時に買ってまいりました屋号と大山 G ビアスタウト。こっちがブラックビールで、こっちがなんと山田錦を使ったビールなんですよね。他にもいろいろあったんですけど、ちょっと山田錦興味があったのと、あとブラックビールは普通に好きなので買ってみました。パルメとローハンでいただきたいと思います。実は飲むのめちゃくちゃ楽しみだったんですよ。いただきます。うまい。高いだけありますね。580円ぐらいだったと思いますよ。こっちが高かったかな。こっちが550円で、こっちが580円かなぐらいでした。うまい。でもギネスの方がうまい。ギネスの方がもっとおやつ感ありますね。これはちょっとビールですね。まあ当たり前なんですけど、もっと焦げた香りが欲しい。じゃあこちらちょっとこっちの方がね、実は楽しみだったんですよね。麦芽ドイツ製造、イギリス製造、米国産ホップ。まあ米はやっぱり当然国産であってほしいですよね。こっちは大山 G ビールは滑らかでって書いてますね。確かにギネスとかに比べると滑らかですよね。屋号行ってみたいと思います。山田錦を使ったビール。日本酒感はないですね。当たり前か。いただきます。うまいっす。こっちの方がうまい。これはですね、これ買う前にはギネス買います。自分はなんて言えばいいんでしょう。普通のビールとは違う。明らかに苦くない。これを美味しいと表現するのかどうかわからないですけど、自分は好きな感じですね。飲みやすいです。ただ苦いビールも好きです。面白いビールですね。ほんとなんか今までのビールにない独特感は出してます。ただ好き嫌いははっきりと分かれそうですね。ビールだけどビールじゃないなこれ。夕食です。朝ごはんは大山ビールだけでした。そのまま寝てしまいましたので、ゆじぽんママさんお手製の車エビとハリイカピッツァです。久しぶりにピッツァを食べます。ではいただいてみたいと思います。ガーリックガーリックシュリンプだそうです。まずはつけずにガーリックの味を楽しみなさいと言います。なんかこれまた上島竜兵ちゃんコースではないでしょうか。うわー、これはでもうまそうやな。これでも胡椒かけてもなんか見た瞬間ピンときたんだけど、胡椒のいい匂いが。いただきます。皆さんご想像していただけるかと思いますが、ボッケうめえっすね。胡椒もうちょっと多くてもいいなこれ。タバスコ大好き。辛いの大好きなんですよね。激辛は無理ですけど、激辛の手前ぐらいまで大丈夫です。タバスコがけいただきます。車エビをそのまま食べるのは塩だけが一番美味しいと自分は思いますけど、こういう料理にしてしまうと胡椒多め、タバスコがけがめちゃくちゃ美味しいです。胡椒多く振った2回目の方が美味しかった。ではイカさんハリイカゴールデンカタールフィッシュいただきます。ペロ。うまっ。
まあ10年ぐらい前の記憶ですけど、日本人の魚介類消費量ナンバーワン、イカらしいんですけど、やっぱりイカってうまいっすね。イカは本当に美味しいな。胡椒多めでいってみたいと思います。あれやな、車エビ、まあもちろん美味しいんですけど、イカがちょっと美味しすぎるな。いただきます。うまい。でもイカは出汁味が強いんで、胡椒とかタバスコない方が美味しいかな。明太子バージョンも作ってくれたそうです。熱そう。いただきます。明太子が優勝です。今回もご視聴ありがとうございました。